こんにちは、みどちゃれ TV の愛です。新宿から高速バスに乗って揺られること約90分、栃木県佐野市にやってきました。今回も気になるお宿があるのでやってきたわけですが、佐野市といえばやっぱり、まずは佐野ラーメンを食べなきゃね。はい、バスに乗って、佐野のエリアにやってきました。今日はね、ちょっと気になる旅館に、ホテルに泊まるんですけれども、その前に佐野といえば佐野ラーメンなので、美味しい洋介さんに寄ってみたいと思います。では行きましょう。ということで、佐野ラーメンで人気の洋介さんにやってきました。バスターミナルからは歩いて2、3分ぐらいかな。ということで、店内に入ってきたら、オープンしたばっかりなので、ちょっと空いてるように見えましたが、この後すぐ満席になりました。はい。でね、特製ラーメンがおすすめなようなんですけど、お肉そんなにね、いらないかなと思って、私は煮卵ラーメンを注文。ということで改めまして、本日のぼっち旅、スターティン。そして、待つこと数分でやってきました。どやー。見てください。この黄金色の美しい透き通ったスープを。そして、青竹手打ちの麺。餃子も追加しました。じゃあ早速いただきます。まずはスープから。コクがあるのに重くない。麺はもちろんもちもちで美味しいです。手打ちってなんでこんな美味しいんですかね。しかもいい感じの縮れ具合。たまらんです。私ね、洋介さんは東京駅のラーメンストリートで期間限定でいらっしゃってた時に食べてみたんだけど、すっごく美味しくってまた食べたいと思ってたんですよね。みんなはどの地域のラーメンが好き？私はいろいろ好きなんだけど、でも一番好きなのはね、佐野ラーメンとか北方ラーメンのちょっと似てない？あっさりした醤油ベースのラーメンがすごい好きです。あとやっぱりね、縮れた麺が好き。この縮れ麺が美味しいスープを口に運んでくれます。はい。そして、坂東英二さんに負けないくらい卵が好きな私は、この洋介さんの卵たまらんでした。そして、チャーシューも口の中でとろけるぐらい柔らかかった。で、餃子をいただくんですが、この後私、餃子をドボンとスープに落として、ご覧ください。私の服、もうビシャビシャです。スープが跳ねまくりました。恥ずかしい。こんななっちゃって。どうしようもない。冷えです。もうしょうがないので、この餃子は、はい、もうスープにつけて食べちゃえってことで、ちょっとね、食べ方間違ってますが、最後まで美味しくいただきました。皆さんは、餃子を落とさないように気をつけてくださいね。ということで、お隣の建物に佐野のゆるキャラ、佐野丸くんがいましたよ。洋服こんななっちゃってるので、いつも持ち歩いているシミ取りトップをかけておきました。これかけとくとね、シミになりにくいの。おかげで無傷でした。でもね、乾くまで恥ずかしすぎるので、この建物ゲームセンターがあったから、ここでちょっと時間を潰してみることにしました。潰すっていうか乾くまでの待機かね。で、この時だけ音声がね、なんか切れちゃってて、ナレーションでいきます。はい、そして、これ音取れてたらよかったんだけど、パンチをね、久々にやってみようかと思います。右左間違えました。両方のグローブがありましたよ。私の勇姿を見てください。はい、今ね、いろいろね、イメージトレーニングをしています。いきますよ。どうですか？決まってませんか？意外とちゃんとパンチできてたんじゃないでしょうか。楽しいです。もう一発かまします。でもね、私力がすごい弱くって、小学生の頃ね、ドッジボールで弱すぎて全部取られるから逃げ専門でした。逃げるのはね、一番最後まで残っているタイプ。はい。じゃあ結果はどうかな？はい、クリアです。やったー。ちょっと体幹鍛えてるから、クリアできたのかもしれない。でも力は弱いです。
その後チェックインまで少し時間がありましたので、すぐ近くの佐野プレミアムアウトレットにやってきました。ここはアメリカの東海岸の都市をイメージした建物に、およそ180の国内外ブランドが勢揃いした場所です。時間の都合上カットしております。未公開シーンは明日月曜8時にメンバーシップ限定動画で公開します。バス停からホテルまでは約5分くらいです。本日のお宿がこちら、旭館さんにお世話になります。あ、坂。急坂。それでは入っていきましょう。アットホームな雰囲気が落ち着きます。チェックインを終えて私のお部屋に向かいます。本日のお部屋は209号室。ではオープン。はい、お部屋全体の雰囲気がこんな感じです。素敵。和室ということでお布団が敷いてあります。嬉しいですね。で、いい感じでテレビの真ん前にテーブルがセットしてあります。非常に機能的で使い勝手がいい感じですね。電気ケトルとかお茶碗類があります。コンパクトではありながらちゃんと公園っていうのかな、こういったコーナーもあります。冷蔵庫意外と大きそう。よいしょ。はい、冷蔵庫割と大きめです。なんか歴史はすごい感じる冷蔵庫なんだけど、なんかすごい清掃ちゃんとされてる感じがします。ここに鏡があります。なんかここいいね。タオルとかかけられそう。ちょっと景観見てみましょう。特に景色はないですけど、ちゃんと空は見えます。窓際から見たお部屋はこんな感じ。はい。そしてここが押し入れ。はい、ここにタオルとか浴衣類がありました。じゃあここってクローゼット？はい、クローゼットになっています。はい、ここに電子レンジがあります。そしてアルコールも一応売ってるね。はい、こんな感じのお値段。ビール350円。でもコンビニ行くのがちょっとめんどくさいのでありがたい。ソフトドリンクは良心的です。あ、ちっちゃいジンジャーエール買いたい。手洗いは共用です。はいはい、ちょっと見てみましょう。はい、女性のお手洗いはピンクで統一。はい、そしてピンクです。コインランドリーのところに洗面台があるから、ここで歯磨きができたりしますね。すごっ。料金は200円。女性のお風呂がここにあります。あ、男性は展望風呂なんだね。ちょっと行ってみましょうか。ちょっと3階にね、入り口だけ見させていただこうかな。ほら、こういったところもちょいちょいアート。女性のお風呂はこじんまりとしていますが、男性のお風呂はかなり開放的で羨ましい。本当にところどころにアートがあります。そこは行っちゃいけないのかな。出て良さそう。喫煙コーナーって書いてある。あー、なんか気持ちいい。屋上。はい、こんな感じの見晴らしです。すごい。館内にある調度品がね、とっても立派。すごいね、お高いんでしょうね。じゃじゃじゃん、久々にジンジャーエール買ってきました。たまに飲むと美味しい。飲みきらなかったら後でビールと割ってシャンディーガフェにしようかな。何でもお酒にしちゃうっていう。では今日もお疲れ様です。今日歩いてて日差しをいっぱい浴びたのでちょっと体が消耗しています。日傘をもっとねささなきゃいけないんだけど、なんか荷物がいっぱいあったりする時って無理じゃない？キャリー持って傘持ってこっちも持ってってなかなかね、頑張れば無理じゃないんだけどね。ちょっと荷物あるとね、ついついこうやって刺すのめんどくさくなって刺さないタイプなの。ちょっと気をつけよう。もうちょっとケアをね。はい、この斑点かわいいね、ピンクで
ピンク大好きだから。でも私カラー診断だとサマーの人だからブルー系が似合うんだって。それはさておき、ピンクはピンクで好きです。本当はね、今日足柄フラワーパークに行こうと思って前々からこのホテルを予約していたんです。でもね、藤の花が終わっちゃってたんです。およよ。なんか年々早くなってるみたい。温暖化で残念。結構このホテルは人気で、前々から予約をしていたんですけれども、それでもね、足柄フラワーパークの時期は特に早く埋まってしまうので、4月の下旬とかも速攻埋まっちゃうの。私が予約しようと思った頃はもう4月いっぱいで、この日は今5月の中旬なんだけれども、この日は取れたんだけど、藤の花は終わってしまってて、バラ園になってたので、バラ園はバラ園でいいんだけど、でもあそこに行くならやっぱり藤の花の時期に最初にやっぱり行きたいなと思ったので、今回はフラワーパークはちょっと諦めまして、来年に繰り越そうと思います。頑張って来年予約するんで、皆さんまた見てくれたら嬉しいな。来年の今頃何人の方が私の動画を見てくださって残ってくださっているのか、それは私の頑張り次第でもありますが、ご縁かなと思います。ちゃっかり2本目飲んでました。はい、ということで間もなく6時30分、お夕飯を食べに行きたいと思います。この下に降りると食堂です。なんかすごい賑やかな声が、男性のね、大人世代の方の集団の団体さんかいらっしゃいましたね。お刺身となんか立派なお肉がついてきます。なんかすごい美味しそうなすき焼き。そしてお酒はね、こんな感じです。せっかくだから日本酒飲もうかな。そのまま味だけ。はい、ビールがやってきました。ではお疲れ様です。非常に団体さんの声がですね、マイクさえも通すぐらい、私このご飯食べながらちょっと喋ってるんだけど、なんか聞こえないぐらいになっちゃったので、現地の音は落とします。ナレーションでいきますね。これはマグロと、あとこれはなんだろう。金目？ハマチ系かな？ちょっとわかんないです。そしてカニがありました。私の声聞こえるかな？なんかお客さんがね、賑やかなので、これはこれで聞こえなかったらナレーションになんかします。カンパチ系かな？私の宿泊プランは一番リーズナブルなプランなので、品数はそれほど多くないですけれども、2食付きで8000円台、十分だよね。しかも、あんなに立派な牛肉がついてきてびっくりしました。そうそう、このホテル、至るところに芸術品が飾られているので、おかみさんかな、聞いてみたところ、先代がご旅行などが好きで、行くたびにご趣味でね、買ってくるんですって、それを飾っているみたい。今座っている椅子やテーブルも、多分、すごくいいものだと思います。細部にこだわりを感じました。なんということでしょう。美しいサシ。なんか説明がね、いろいろなかったんだけど、多分和牛だと思います。食堂この時間はね、私と団体さん20名ぐらいしかいなかったんですけど、私以外全員男性でした。全体的に男性の宿泊客が多いのかもしれませんね。お風呂の感じからするとそうなのかな。そして、このピンク色の羽織気に入りました。浴衣はね、非常にシンプルですが、結構柔らかい素材で着心地よかったです。そしてこの髪、よく燃えないよね。たまにお見かけするけどすごいなと思います。マグロ
がね、3切れあります。刺身の王様マグロがあると嬉しい。このマグロと日本酒を飲みたいから1個だけ食べます。佐野の地酒か栃木の地酒かで迷っています。でも佐野かな、栃木はまた行くかもしれないし、いろんなところにひっくり返すのかな。もう一品来ました。日替わりなんですって。エビチリ嬉しい。しかもなんか可愛いイチゴが乗ってて、お野菜でちょっと食べようかな。こういうお一人用小鍋があると旅行に来たっていう感じがするよね。お肉はね、最後にご飯と一緒に食べたいから、まず野菜を食べていきます。熱々しみしみです。いろんな野菜の出汁がスープに溶け込んでます。今回このホテルに泊まろうと思った理由は、まずはね、藤の花が見たかったからこの佐野のエリアにしようって思ったのと、あとは佐野の中心からそんなに離れてないところ、かつリーズナブルで評価が高いところ、そして大浴場がついてるところ、そんな全部揃ったところってなかなかないでしょ？なんかもうクロージングしちゃってるみたいなんだけど、このお宿はそれの全てがハマったっていう感じです。はい、早速ね、エビチリ食べてます。いいお味です。なんかやすこさんみたいになっちゃった今。見てこのエビ、めちゃくちゃ大きいの。カジュアルなコースだけど結構量多いです。美味しく味わっていたら団体さんからお声掛けをいただきました。何ですかこれは？焼酎の水割りでレモンいやいや、ありがとうございます。お気遣いありがとうございます。なんかお仲間さんで、いいですね。なんかそういうのってゴルフの会、素敵です。私 YouTube をちょこちょこ旅のささやかに。ありがとうございます。すごいサービスしてくださいました。なんかうるさくしてすみませんということでドリンクをいただいちゃいました。そして日本酒もね、飲みたかったので予定通り佐野の地酒を注文しましたよ。いただいたレモンハイ、レモン水、レモンチューハイです。美味しい。チューハイはあんまり飲むことがないんだけど美味しいです。なんかね、チャンネル名聞かれたんだけど恥ずかしいからね、伏せちゃった。だってさ、旅の途中でさ、絶対みんなで後で見るでしょ。恥ずかしすぎるんだよね。帰りだったらね、帰りの玄関で言うのは全然いいんだけど。普段焼酎飲まないんだけど、ご好意がありがたかったので全部いただきます。しかもレモン絞ってくれてるの美味しい。はい、ということで佐野の地酒開花をいただきたいと思います。開花をいただきます。開花。日本酒を飲む前からもうほろ酔いです。なんかこういう感じの旅館っぽいホテルに来ると日本酒飲みたくなるよね。なんかね、究極な辛口というよりはちょっとほんのり甘さもある感じの味。美味しいです。はい、酔っ払いながらまとめました。はい、お肉を食べてるシーンがなかったと思うんですが、最後しっかりご飯と食べました。これがやりたかったからお肉わざわざ残しときました。スプーンがなかったんで、かき込んで全部完食しましたよ。はい、やらかしまして、やっぱり寝ちゃいました。日本酒飲んだからさ、いつもより酔っ払っちゃったみたいで、寝落ちして今1時、いや、もうすぐ2時です。おやすみなさい、ポチッとの。
はようございます。朝です。時刻は間もなく6時。お天気はどうかな？あそこのお家の屋上というか、こんにちはになっちゃうね、お客さんと。はーい。改めまして、おはようございます。お風呂から上がりまして、今日のお目覚、昨日アウトレットで購入したゴディバのチョコレートです。これね、もともと1300円ぐらいするの、1280円とかな。それがなんと550円でした。わー。ちょっと開けてみるね。これは買いでしょう、やっぱり。はい、こんな感じです。550円だよ。すごくない？これを今いただきたいと思います。じゃあ早速ピンクの方からね。また私ピンク選んじゃった。ピンクだらけ。いや、これは嬉しいでしょう。いただきます。上品な味やな。うまっ。そして今着ているルームウェアもアウトレットで購入したスナイデルホームの T シャツお気に入りです。レシピ動画でアウトレットの様子と未公開シーンを明日月曜日の8時に公開しますので、見える方はよかったら見てください。ということでその後朝食に向かいました。はい、朝食は昨日と同じ食堂でございますが、団体さんはもうお帰りになられたそうです。じゃあいただきます。すごい静かな朝でした。もうね、定番の日本の和食っていう感じで、これがまたいいよね。毎日食べたい朝ごはんってまさにこれじゃない？そしてサラダからいただいています。鮭ね、アンチエイジングにも良いですし、そしてお味噌汁は大根。私の大好きな温泉卵にひじきの煮物。最高の朝ごはんです。よくさ、究極の朝ごはんとかあるけど、これがまさに私が求めている究極の朝ごはんでございます。自分でもね、毎日こういうのを作って食べれればいいんだけど、ついつい手抜きしちゃっています。朝からほっこり癒されました。はい、まもなくチェックアウト。今回をまとめていきたいと思います。まず気になるお値段がこちら。1泊2食付きの料金です。破格です。このプランはお食事がリーズナブルなプランではあったんですけれども、もう十分な量でした。もうちょっと本格的にお食事を召し上がりたいっていう方は1万円ぐらいからあったと思います。日によってね、ホテルは流動的になりますので、私が宿泊した当時のものです。そして私の率直な感想は、超コスパ最強宿でした。アットホームでほっこりする中に、建物それぞれの調度品が立派で、このお値段でいいのかなって思うほどでした。いやー、もっと高くとってもいいんじゃないかなっていうぐらい、快適すぎて、さらにおもてなしというか大切にされている感じがして、本当におすすめです。きらびやかな雰囲気が好きな方にはもしかしたら違うかもしれませんけれども、いろんな方が泊まられて満足されて帰られるお宿なんじゃないかなって思います。じゃあどんな方に向いているか。やっぱりアットホームな雰囲気が好きっていう方かな。その中にも本物志向というか、良いものを見抜く力を持っている方とか、そういった方に向いているホテルなんじゃないかなって思いました。お風呂とお手洗いはないんですね。多分全部屋ないんじゃないかな、基本的には。そこが大丈夫であればかなりおすすめのお宿です。はい、皆さんにぜひ泊まってみてもらいたいなと思いました。そしてね、私が泊まった時は女性が一人ぐらいだったので、しかも朝初めてお見かけしたので、ほとんど一人で水回りを使ったようなそんな感覚でした。平日だったっていうのもあるかもしれないけどね。なので水回りがなくても全く私はだんだん慣れてきたっていうのもありますが気になりませんでした。そして至る所に絵画がこう飾られてるのね。まるで美術館に泊まっているようなそんな錯覚にもなります。芸術が好きな方にも
向いてるんじゃないかなと思いました。はい。ということで、今回は最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは旅やグルメを中心に新しい動画をどんどん発信していきます。あなたのグッドボタン、チャンネル登録の応援が次の動画制作の励みとなりますので、ぜひ応援してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。みどちゃれ TV の愛でした。